梅ちゃん興奮するなら竜の調整。まあ、号機が出てくるからもうないだろうね、絶対に。意図的に目立たせないようにすると思う、竜を。号機が霞むから。だから、目立つとしたら2025年なんじゃない？もし目立つとしたらね。中足7フレーム、まあそれぐらいはあるかもね。中シャドウが絶対恋愛になっても弱いですかと。それで反撃受けないんだったら結構強いと思う。アングリーバードとフードの対戦が終了したようです。次にビッグバードとフードが勝った。へえ、どうだったんだろう、アングリーフードは。気になるな。これか。何回やってんだ？ 9、10、15回。これ3先でやってんのかな。あ、でもいい勝負だね。ちょっとバードが勝ったぐらいか。1回バードが勝ったぐらい。あ、昨日もやってたんだ。へえ。それで入りばっか。まあ、どうせ殴られてバウンスすんだったら端でバウンスさせて一回受け攻めした方がいいってことか。中足ラッシュあんましない。そうね。でもな、やっていいと思うんだけどな。やってる。運び重視はてか昇竜を思ってたより全然使うんだよな。打つね。いやバウンスするね。うまっ。結構ラッシュやるな。なるほど。これで勝ったのか。バーンアウトはしないけど、ボディハードでバウンドのなるほどね。だけど通りか。剣使いはでもマジ10人トイレだよな。結構違うわ。まあアングリーが先頭だとは思うけど、マジでみんな違うから面白い。こうラッシュ、これはもうちょいラッシュやった方がいいかな。性格もまあ出るね。まあてかあれだよな、多分その生ラッシュとかで結構ゲージが待ってるから、まあ、OD 勝利に回せるっていうのはあるんだろうけどな。まあ、何より当たってる勝利が。いやうめえ。すげえ。いや結構でもギリッギリの勝負だね、マジで。なんか強えのは分かるんだけど、攻略として進んでるかって言われるとちょっと分かんないな。バーンアウトは結構見習うべきだなと思ったな。まあ俺も一回そのバーンアウトを狙うっていうのはやってたけど、狙うっていうか、バーンアウトしてもいいや、みたいな。エータの上位互換。ああ、でもそんな感じだね。よくわかんねえなっていう。エータさんが怒りそう。しょうがねえだろ、強えアングリバード。分かってくれるはず、エータ君も。中足足インパクト。っていうか、なんかその読みを、なんか、やっぱ、これやっちゃダメっていうのがないよね。彼の中に。通りそうならやるっていう、その柔軟さがやっぱり一つの武器だと思うわ。まあ、剣ってさ、選択肢自体は結構あるから、まあ、今、劉備通るなって思えば、劉備打つべきだろうしね。中段通るなと思えば中段打つべきだろうしね。そう、日本はね、結構ね、やっぱリスクのこと考えちゃう。ダメだった時のこと考えちゃうから。だから多分ラマラッシュとかの使い方もうまいんだよね。安定志向。まあ、安定志向じゃない人もいるよ。例えばエータとか。けど、なんていうの、その最上位に安定志向の人が多いよね。エータが最上位じゃないとは言ってないけど。剣ってチュンリーきついですか？いい方だと思うけどね。いい方だと思う。上位キャラは基本的にきついと思ってて、剣は。その中では、まあまだいい方かなっていうふうに俺は思ってる。上位キャラがね、かなり。剣以外、いやまあこのバージョンは剣も剣でいいかな。どうせ、まああと2、3ヶ月でしょ。さすがに剣でいいわ。号機待ちだね、正直。号機は絶対強いだろうから。
でも、まあ、ガイルじゃねえや。ケンは、ちょっとやっぱ、アングリーバードが、やっぱ、すげえから、一応この剣を使ってる間は頑張りたいなっていう。動きが良かったシーズンあるの？全然あるよ。あるけど、まあ、強いことの方が多いと思う。10秒したらガイルいけるキャラ考え。てか、なんかそのガイル無双始まったら、ガイルになっちゃうかもね、俺は。まあ、そんなことになんないと思うけど、ほんと、その、万が一ガイル無双になったら、次のバージョン、素直にガイルだね。すいません、つって。まあ、そうはならんと思うけど。エイドは今んとこ興味ないけど、やるかな、どうなのかな。剣も強いと思うんですよ。剣も強いよ。強いけど、この間も言ったけど、俺の体感的には、最後のシーズンのガイルぐらいだなっていう感じ。多分そんぐらいだなっていう。ルークやるのはないの。でもあるよ。あんまりやりたくないけど、ルークは。あんまりやりたくないけど、いよいよとなればやるんじゃない？まあでも号機、そうだね。まあ号機かな。ユン出たら弱くても使う。使っては見るんじゃない？試しに。号機わかんないけど、カプコンカップ終わったぐらいのタイミングじゃねえかなっていう。号機が剣より強いことはなさそう。いや、それはないと思うな。強くしたいキャラをちゃんと強くしてる感じがするから、まあわからんけど、それをいつまで続けるのかわかんないけど、まあ、号機弱いってことはないと思うんだ。残空と100機あったら、それだけで剣より強そう。どうなんだろうな。ジェイミーとかキンバリー強く作りそう。いや、キンバリーだからめちゃめちゃ強かったよ。でも意図してなかったらしいけどね。無敵技持ってかれてたから。意図してないんかい。まあでも無敵技だったら、俺強かったと思うけどね、キンバリーは。普通に。DLC キャラはその前後で全く異なったキャラタイプをリリースするような方向性にしてる。はあ。DLC キャラってなんだっけ？秋？あれ？スト6って秋以外に新キャラいたっけ？新キャラっていうか、ラシードか。その2キャラか。ラシードと秋は全然違うタイプのキャラにしてますよってこと。バイパー海外人気高いけど、5には来なかったですね。あ、そうなんだ。海外人気高いんだ。それも知らんわ。ラシード、秋、エイド、5期の順。なるほど。どっちも面白いキャラでいいよね。そうね。なんか作り込みは感じるし、面白さはあるよね。秋も俺はやってて楽しいなと思った。勝てねえなと思ったけど。5期メインの時、03の時にちょこっとあります。ちょこっとっつうか、全国大会優勝してやめた。アングリーの剣見たらまだまだ可能性あると思いました。そうだね。でもね、あれはね、剣の可能性っていうよりアングリーが強いだけだと思う。まあ、もちろん熟練度もあるけど、あとカペス2か。でもあんまり継続して使ってたことってないね、号機を。途中でやめちゃう。号機って極端なんだよね。なんか、むちゃくちゃ強いか、なんか、めちゃめちゃ弱いかの2択で。めちゃめちゃ弱いはあんまないか。ちょうど良かったのが多分ね、サードなんだよね。でも、まあ、結局、そのユンチュンリーのゲームで生き残れるようなキャラじゃなかったから、まあ、それで言うと号機ってやっぱ難しいんだよね。